はい。皆さん、こんばんは。ジローです。本日も私のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。いや、本当にありがとう。聞きに来てくれて。最近の僕の動画って、なんか焦るような動画が多かったじゃん。このチャンネルの動画をいつも見てないよっていう人もいっぱいいると思うんですけど、最近はマインクラフトの動画を上げたりとか、昼の日中に撮ったポッドキャストを YouTube に上げたりしていました。なので、僕の声がとてもうるさかったと思うんですよ。なので、今日は、皆さんの心を、少しでもリラックスできるような、そんなポッドキャストを撮っていきたいなと思います。よろしくお願いします。いやー、皆さん最近はどんな調子ですか？僕はですね、いつも絶好調なんで、いつも通り絶好調で過ごさせてもらってます。でもね、落ち着くことって大事だと思うんだよね。こんな風に夜にポッドキャストを撮ってるけど、こんな感じで夜に落ち着くことは大事だと思います。皆さんは夜眠ることは得意ですかね？実はね、僕は眠ることがあまり得意ではないんですよね。今もそこまで得意じゃないかもしれないです。っていうのも、病院には行ってないんですけど、多分不眠症なんですよ。重度な不眠症ではないんですけど、多分不眠症です。で、その傾向も変わっていってるんですよ。年々。で、最初に眠れなくなったのは、3年前とかかな。夜に眠ろうとしても、眠れないっていうことが続いてましたね。ベッドに自分の体を乗せるんですけど、2時間経っても3時間経っても4時間経っても眠れないっていう時が続いたんですよ。明らかに異常ですよね、これ。絶対異常だよね。そう。で、その時、やばいなって思ったんだけど、特に病院に行ったりはしませんでした。でもね、辛かったね、その日々は。やっぱり人間って1日に、7時間とか8時間とか寝ないと、体がダメになってくね。精神的にも肉体的にも辛かったなっていうのを覚えてます。でね、眠れない不眠症のことを、入眠障害っていうらしいんだよね。で、僕が入眠障害だったかどうかは、病院には行ってないので正式には認定されてません。ただ僕は入眠障害だったんじゃないかなって思ってます。なんか夜遅くまでパソコンで作業をしていて、常に脳が活性化されている状態っていうのが日中続いてたんですよ。だからね、その後寝ようとしても寝れなくなっちゃうんだよね。で、いろいろ不安事とか考えてる、抱えてるとさ、なんか眠ろうとしても余計なことばっかり考えちゃうんだよね。それが続いた時は、結構きつかったな。で、最近治ってきたんだけど、最近あったのは、早朝覚醒ってやつだね。早朝覚醒って何かっていうと、ちゃんと入眠はできるんだけど、早く起きちゃうんだよ。だから4時間とかしか寝てないのに、朝早くに起きてしまって、その後に二度寝ができなくなるんだよね。あれも辛いよ。いや、結構ね、辛いよ。うん。もちろん二度寝できないわけだから、睡眠時間4時間とかで、一日の
活動が始まるんだよね。だからね、日中眠くなるんだよね。そう。日中眠くなるのよ。あれ結構体力的にきつかったな。うん。でね、いろいろ試したんだよね。いろいろ試しました。まず前のポッドキャストで言った通り、まあ、入眠障害だなって気づいてからは、必ず寝るときは、ポッドキャストを聞いてます。でポッドキャストを聞くと、余計なことを考えないで済むんだよ。ポッドキャストで話されてる内容に、自分の脳みそを集中できるから、自分の悩みだとか、自分の、心配事っていうのを考えないで済む時間が生まれるんだよね。で、その隙に入眠します。うん。で、ポッドキャストは、今でも寝るときは聞いてます。あとは、早朝覚醒については、効果があったなって思うのが、一つありますね。それは、ちゃんとした遮光性能があるカーテンを買うことです。いや、それまで、あまり遮光性能が強くないカーテンを使ってたんですよ。だからね、朝になると、朝日が部屋の中に入ってきて、明るい環境が作られるんだよね。そうすると、体がさ、朝だって認識して起きちゃうんだよ。で、その後、二度寝ができなくなるわけ。うん。で、遮光性能が高いカーテンを買ったらね、やっぱり朝目覚めることが少なくなったね。うん。だからね、結構いい買い物したと思った。遮光性能が高いカーテンになると、結構値段も高くなるんだよ。だからね、今持ってるカーテンを捨ててまで、新しいカーテンを買うべきなのかなっていうのは悩んだんだよね。だけど思い切って買いました。自分の早朝覚醒の障害が治るのであれば、今回のお金、無駄じゃないと思って、買いました。そしたらね、効果あったので、いい買い物したなって思いましたね。皆さんは眠りに関する悩みっていうのはありますか？また、よく眠るために工夫してることってありますかね？僕は他にもいろいろやってますね。最近はストレッチポールを買って、寝る前にはスマートフォンとかコンピューターの画面を見ないようにして、ストレッチポールでストレッチをして寝るってことをやってます。するとね、やっぱりストレッチポールで体を伸ばしてる間は、リラックスできるんだよね。で、そのリラックスした状態のまま、ポッドキャストを聞きながら寝るっていうのもやってます。うん。ストレッチポールはね、結構おすすめ。僕毎日ジム行ってるんだよ。体を鍛えるために、僕は毎日ジムに行ってます。で、ジム行ってるとさ、筋肉は増えるんだけど、筋肉がどんどん固まってきちゃうんだよ。すると、腰痛とか肩こりの原因にもなったりするから、それをね、改善する必要があったんだよね。だから今はストレッチポールでストレッチするっていうことをやってます。皆さんは何か眠る前にやってることはありますか？まあね、パソコンとかスマートフォンとかの画面を見るっていうのはあまりやんない方がいいらしいですね。あとはね、僕はこうやって夜の時間帯は部屋を暗くしてます。メインの照明を使うことはほぼない。うん。だから夜はこうやって暗い空間で過ごしてる。日本にね、有名な睡眠学者の方がいて、その方が、日本のオフィスとか、日本の一泊家庭で使われているような
ライトっていうのは明るすぎるから夜は消した方がいいって言ってました。だから僕はそのアドバイスを信じてメインの照明はつけないで、いつも夜はこんくらいの明るさで過ごしています。でもね、夜の室内の明るさって国によって全然違うと思う。僕昔ヨーロッパに住んでたんですよ。で、ヨーロッパに住んでた時に夜になってね、びっくりしたことがあるんですよ。それはね、夜真っ暗ってこと。もちろんね、場所にもよると思います。ただ、僕が住んでた国の、その僕が住んでた都市は、夜になるとね、真っ暗になってました。うん。なんでこんなに暗いんだろうってびっくりしたのをね、覚えてますね。で、東京の夜が明るすぎるんですよ。でもね、最近は改善されました。改善されたんだけど、昔の東京の夜は明るすぎたね。うん。まず、今は改善されつつあるんだけど、日本はもともと残業をしてる人の割合が多いよね。夜遅くまで働いてる人が多いです。夜の9時とか10時まで、下手すれば11時とか12時までオフィスに残って働いている人っていうのが多分他のね、国と比べたら多いと思うんだよね。だからオフィスビルなんか行くと夜遅くなっても明かりがついてます。だからね、その光景自体は綺麗なんだよね。あの、高層ビルがライトで輝いて見えるから、その景色自体はね、結構綺麗なんだよ。だけどその裏には夜遅くまで働いている、日本人の会社員の方々の、えー努力っていうものがあるんだよね。そう。で、多分、ヨーロッパの国々っていうのは、日本人ほど長くは働かないと思うんだよね。だからみんな仕事が終わって早い時間帯で家に帰るんだよ。だからオフィスビルは本当に夜になったら暗くなるからびっくりしたよね。びっくりしました。でも、東京も、そんな東京も、その状況が改善しつつあります。日本人の会社員の長時間労働っていうのを政府も問題視してるんだよ。だから最近はね、残業に対しても厳しい視線が向けられるようになっていて、あまり長く働きすぎない方がいいっていう雰囲気ができつつありますね。でね、僕が一気に日本の環境、労働環境、長時間労働の環境が変わったのは、コロナ禍が原因だと思うんだよね。コロナウイルスが2020年から流行ったじゃないですか。でね、その時期から、店を早めに閉めるところがね、増えたと思う。うん。東京の渋谷って街知ってますかね、皆さん。東京には渋谷っていう大きな街があります。で渋谷にはいろんな店が集まっていて、若者が多いんだよね。最近はどうかわからないけど、10年前とかは10代、20代の若者が多かったです。で、そこにはね、結構いろんな、バーとか、クラブとかがあって、それに合わせて、飲食店とか、ドンキホーテとか、もういろんな店があるんだけど、結構夜遅くまで営業してたイメージだね。だけどね、最近はね、早く店を閉めてるところが多いね。うん。渋谷っていう街でも、店がね、早く閉まります。うん。だから、夜遅くなっても、うん。夜遅くなったらね、閉まってる店が多いね。
だから昔と比べたら日本は夜遅くまで遊べる国じゃなくなったような気がしますね。まあ少し寂しいような気がするんですけど、でもいいことですよね。まあ、夜遅くまで働くっていうのは生物学的に良くないですからね。まあ、僕もね、夜遅くまで働きすぎてると、今日疲れたなってこと多いですからね。で、まあ、土日しか休む日ってないじゃないですか、一週間で。で、まあ、金曜日まで働いて、まあ、土曜日はその休息に使って、で、日曜日結局何もしないみたいなのがよく起こりますよね。結局週末を無駄な時間として消費してしまうというね、ことがよく起きます。だから平日にいかに疲れないかが、あのー週末を楽しむ鍵かもしれないですね。でね、昔は結構夜遅くまで働いている人が多かっただと思う、日本は。僕のお父さんもね、家に帰ってくるのが結構遅かったですね。家に帰ってくるのが9時とかっていうのが結構ありました。9時っていうのは夜の9時ですよ。で、土日になると、一日中寝てたんですよ、ベッドで。だから、子供の僕からしたら、なんでお父さんずっと週末寝てるんだろうって思ってたんですよ。土曜日と日曜日、2日間ずっと寝てるんですよ。で、子供の僕はやっぱり遊んでほしいんですよ、お父さんに。遊んでほしいのに、ずっと寝てるから、残念に思ってたのを、今でも覚えてます。まあ、ただ、社会人になったら、理解しますよね。疲れるんだっていうことを。ああ、僕のお父さんが週末2日間ともずっと寝てたのは、これが理由だったんだって気づきました。社会人って疲れますよね。やっぱりね、疲れる。なんで疲れるんだろうね。やっぱり年齢っていうのが大きいですかね。まあ、中学生とか高校生の頃って、一日寝ちゃえば次の日元気だったんですけど、まあ、年を取ってくると、寝ても疲れが取れないっていうことが起きますよね。皆さんどうですか？っていうか、僕のポッドキャストを聞いてる皆さんって何歳ぐらいなんですかね？みんな何歳なの？気になるんだけど。ちなみに、僕は20代ですよ。20代です。皆さん同じ年代ですかね？一応ね、僕はね、何歳ぐらいの人が僕の YouTube を見てるのかっていうのを、まあ、軽く確認することはできるんですよ。ちょっと今見てみますか。まあ、自分の動画を見ている人の、まあ、視聴者の年齢層っていうのを確認できます。で、見てみると、18歳から34歳の人が結構多いですかね。だから、比較的僕と同じ年代だ。嬉しい。嬉しい。僕と同じような年代の人が僕のポッドキャストを聞いてくれてるっていうことか。18歳から34歳で、全体の 80% ですね。じゃあ、もう僕が感じてる悩みだとか、僕が普段から考えてることっていうのを、意外とみんな共感してくれてるのかもしれないですね。嬉しい。このデータ見るのは本当に嬉しいですね。でね、日本人って、まあ、世界の他の国々と比べても、睡眠時間が結構短いっぽいんですよ。今調べてみますね。日本人の睡眠時間が
どのくらいかということを。ある、ウェブサイトを今見てるんですけど、日本人の平均の睡眠時間は、1日7時間22分らしいです。7時間22分って十分じゃないって思うんですけど、他の国々と比べたらだいぶ短いですよ。今ね、OECD 加盟諸国の睡眠時間を見てます。で、OECD 加盟国の中では、日本が一番睡眠時間が短いみたい。で、2番目に短いのが韓国。韓国の睡眠時間は、7時間、40分ぐらいだね。いや、そんなに長くないか。ここに数値として出てないんですけど、7時間40分ぐらいだね。うん。だから日本と韓国が、最も睡眠時間が短い OECD 加盟国だね。で、OECD 加盟諸国の睡眠時間の平均は8時間25分です。だから、日本人の平均の睡眠時間って、世界の平均時間、睡眠時間の平均時間のよりも1時間短いってことなんだ。というかさ、8時間25分って寝すぎじゃないみんな何時間ぐらい寝るの毎日。いいなぁ。僕も毎日8時間半ぐらい寝たいなぁ。うん。でね、一番睡眠時間が長いのがエストニアなんだけど、エストニアの人々は9時間近く寝てるね。寝すぎじゃない？そんな寝るんだ。みんなどのくらい寝る？僕もね、たくさん寝たいんだけど、やっぱり途中でね、目が覚めちゃうんだよ。うん。だから、もっとたくさん寝たいんだよね。でね、ここに興味深いデータがあるんだけど、日本人の睡眠時間が年々減少してるらしい。なんでなんだろう。でもさ、絶対にスマホの普及とかがその原因だよね。そうだよね。だってさ、今 YouTube とか Netflix とかでさ、面白いコンテンツいっぱいあるじゃん。あれ夜遅くまで見ちゃうよね。でも僕は Netflix は見ません。Amazon プライムはたまに見るけどね。うん。でね、僕も寝る前はあんまりスマホ見ないようにしようって思ってるんだよね。だけど、たまにね、YouTube とか見ちゃうよ、ベッドで。あれやめたいね。やっぱりあのスマホとかさ、パソコンの光が目に入って目を刺激して眠れなくさせるんだろうね。でも僕はね、いつも睡眠モードみたいなのをパソコンとかスマホに設定してます。だから、こうやって見てる画面が若干黄色いです。うん。暖色にしてます。なのでね、目に刺激が来ないように気をつけてはいるって感じですね。ただ一番いいのは、そもそもコンピューターとかスマホを寝る前に触らないことですよね。いやー、昔はもっと早く寝てたんだけどな。僕が子供だった頃は、10歳ぐらいの時は、10時半とかには寝てましたね。ただ今は1時とか2時に寝てしまうことが多いですね。社会人になったらさ、寝る時間遅くなるよね。みんな何時ぐらいに寝るいつも。で、1時に寝るとすると、8時に起きたかったら7時間しか眠れないことになるから、ちょっと足りないかなっていう感じだよね。で、平日に
十分な睡眠時間を取れない分、土日にたくさん寝ちゃうんだよね。それが僕のお父さんが昔陥ってた状態だよね。うん。でも睡眠は大事だから、ちゃんと取るようにはしたいなって思ってる。睡眠が短いとさ、なんか寿命が短くなりそうな気がするじゃん。これは感覚の問題なんだけど、僕はそうだと思います。だから眠ることは大事だと思うね。でもね、僕ね、昼寝できないんだよね。昼寝しちゃうと、夜眠れなくなるんだよ。だから昼寝はしない。みんな結構昼寝する？僕はね、昼寝しないために、日中はベッドで寝転がらないようにしてます、いつも。昼寝するとさ、その一日を無駄にしてしまったような気がするんだよね。あれが嫌いなんだよ。僕の残りの人生80年ぐらいしかないのに、一日を無駄してしまったって思うんだよね。みんなそう思わない？俺の一日が無駄になったって思うことは僕は結構あります。だから、昼寝はしないように心がけてます。だからね、最近ずっと昼寝はしてないね。だからね、思い出せないわ。いつ最後に僕が昼寝をしたのかを全く思い出せない。でもね、そんな僕でも、昼寝をしてしまうときというか、日中に昼寝をしたことはあります。あります。僕がね、学生の頃はね、期末試験とか、中間試験の前日に一気に勉強してたんだよ。いや、本当はやっちゃいけないんだけど、一夜漬けっていうのをよくやってました。うん。えー明日が中間試験とか期末試験当日だとすると、その前日に、その試験範囲を一気に勉強するっていう勉強方法ですね。するとね、朝の3時とかまで勉強やっちゃうんですよ。すると、テスト中は頑張って起きるんだけど、テスト終わって家帰った後は昼寝しちゃってましたね。1時間とか2時間とか寝てた記憶がありますね。で、その次の日もテストのことが多かったから、1時間とか2時間とか勉強したら、1時間とか2時間とか昼寝したらその後はね、起きて勉強しなくちゃいけないっていうことが起きてました。あれは地獄でしたね。いや、本当に地獄なんだよ。だからね、一夜漬けは絶対にしない方がいい。一夜漬けってさ、日本だけの文化なのかな？すごい気になる。僕は結構一夜漬けしてしまうタイプの人間だったので、試験期間っていうのは本当に苦痛で仕方なかったです。もうストレスが溜まりまくってましたね。一夜漬けってさ、日本だけの文化、それとも、皆さんの国でも一夜漬けをやる人はいますか？どうなんだろうね。でもやっぱり日本人以外の人って、夜たくさん寝るイメージだから、わざわざ朝の3時とか4時まで起きて勉強やらないんじゃないかな。どうなんだろう。これ気になる。ちょっとぜひコメント欄に書いていただきたいと思います。いや、気になるな。あとはね、ヨーロッパを旅行しまくっていた時期にも、日中寝ることはありましたね。僕がヨーロッパに住んでいて、ヨーロッパの国々を旅行していた時期がありまして、その時は、僕全然お金持ってなかったんですよ。もう全然お金持ってなかったんですよ。だから、ホテルを予約するお金っていうのももったいなかったし、高い飛行機を予約するのももったいなかったんですよ。だからね、空港で乗り換え時間18時間とかの格安の飛行機のチケットを買ったりしてましたね。あとは、一夜ぐらいならホテル取らなくていいかとか、
ていうふうに考えてたこともありました。いや、バカだよね。で、前、ハンガリーかどこかで18時間乗り換えとかがあったんだっけな。その時には相当眠かったですね。でね、空港で眠ることあんまりできないんですよね、僕。うん。なんか自分の荷物が誰かに盗まれるんじゃないかと思ってしまうので、空港で眠りに落ちるってことはあんまりできなかったんですよ。その代わり、飛行機に乗った瞬間寝てましたね。いや、本当に記憶飛ぶんですよ。眠れなかった日が一日続いたとして、その後に飛行機に乗る時がありました。で、その時は、飛行機に乗り込んで、座った瞬間に寝ました。で、着陸の衝撃で目が覚めるんですよ。いや、あれはびっくりしましたね。だから、国と国の間を移動するのに、一瞬で時間が過ぎたので、びっくりしました。皆さんもそういう経験ないですか？でもやっぱりね、貧乏旅って楽しいよね。ね、お金を持ってしまって、お金を持った状態で旅行に行くのと、お金がない状態で旅行に行くのとでは、なんか、楽しさの種類が違いますよね。なんか、ホテルによっては格安すぎると治安大丈夫かって思うところがあるじゃないですか。なんか、夜になったら、やけに怒鳴り声が聞こえるホテルとかがあるんですよ。安すぎるホテルだと、そういうホテルになったりもします。うん。ただ、貧乏旅って楽しいよな。僕がね、貧乏旅で一番好きなポイントは、その旅行を計画してる時ですね。いや、もちろん、旅行当日も楽しいんですよ。旅行当日ももちろんその旅行を楽しみます。ただ、その旅行を計画してる時が一番楽しいかもしれないです。でもさ、これみんなも結構共感してくれるんじゃないかな。お金がないと、自分が選べる手段って限られてくるじゃないですか。それこそ、安い飛行機を取らなきゃいけないんですよね。高い飛行機のチケットっていうのは取れなくなりますよね。だからさっき話したみたいに、バカみたいに長いトランジットをしたりだとか、あとは、本当は飛行機で行く距離のところをバスで行ったりとかしますよね。あれが正しいんですよね。例えば、飛行機とバスの乗り継ぎを考えているときに、あ、この飛行機とこのバスを、組み合わせたら、めちゃめちゃ安いし、しかも最短距離で行けるとか。そういう組み合わせを発見したときに、すごい達成感が生まれるんですよ。そう。だから、できるだけ安く行こう。できるだけ安く済まそうって思う旅行が、僕は大好きです。うん。でね、そうやって安く済ませようとする旅行って、ハプニングが結構起きますよね。かえって、結構たくさんのお金がかかってしまったこともありました。前はね、とある東南アジアの国に行った時に、その事件は起きましたね。え二つの飛行機を予約してまして、乗り換えをしなきゃいけなかったんですよ。で、その二つの飛行機のチケットは別々に予約してました。で、ただ、二つ目の飛行機
の時間が早まったんですよ。なので、乗り換えられないってなりました。で、そうなると、その後の日程が全部崩れていくんですよね。まず、行きたい目的地に、行きたい日に着けませんでした。で、1日遅れたので、その分、宿泊を延ばそうと思ったんですよ。で、1日延ばしました。すると、もともと帰ろうとしていた飛行機のチケットもキャンセルしました。すると、別の飛行機を予約しなきゃいけないですっていう状況になりました。でね、結局、プラスで15万円かかりましたね、あの時は。いや、もったいなかったな。いや、15万円って結構な大金ですよ。いや、15万円あったら何ができますか？ちなみに、15万円っていうのは、アメリカのドルに直すと、1000ドルぐらいですね。うん。1000ドルぐらいってさ、結構高額じゃない？いや、みんなのね、このポッドキャストを聞いてるみんなの経済状況はわからないんだけど、みんな高額だと思ってくれると思う。1000ドルは。1000ドルって高額だよね。だってさ、15万円あったら iPhone1 台買えちゃうよね。そう、だから想定より15万円高くかかってしまった旅行前経験しましたね。うん、だからね、安く済ませようとすると逆にうまくいかないことがあります。うん。これをね、日本語では安物買いの銭失いって言いますね。ぜひ覚えてください。安いものを買おうとすると余計にお金がかかるっていうその現象を表した言葉です。安物買いの銭失い。そう。って考えると最近はスマホの値段もだんだん上がってますよね。つい最近日本で報道されたニュースによると、また新型の iPhone が値上がりするらしいです。年々物の値段って高くなっていってますよね。皆さんはそう感じないかもしれないんですけど、日本人の平均給与がここ30年間で全然上がってないので、日本人はね、年々物価の上昇っていうのをね、結構感じていると思います。で、日本人っていうのは結構な割合の人が iPhone を買うんですよ。で、Android を使ってる人の割合が少ないんですよね。ちょっと調べてみますね。えーっと、とある調査によると、日本人の iOS の利用者は全体の60%で、Android を利用している人が全体の40%。だから5人に3人は iPhone を使ってるっていうことだね。で、iPhone ってさ、結構高いじゃん。ね。結構高いよね。だから僕はね、iPhone を買ったことがありません。人生で一回も iPhone を買ったことない。ただ、iPad は持ってます。iPad は持ってます。そしてパソコンは、主に MacBook を使ってます。もう Apple の製品ばっか使ってるね。僕は。ただ、携帯は iPhone じゃない。iPhone は今まで買ったことがありません。うん、今まで iPhone は買ったことがない。で、パソコンは今メインで MacBook を使ってるんだけど、もちろん Windows の PC も持ってます。はい。で、なんで僕が MacBook を使ってるかっていう理由なんですけど、僕実は、エンジニアとしても、活動してます。なので、あの、スマホのアプリを、作るときに、MacBook がないと iPhone 向けのアプリが作れないんですよ。
Windows の PC だと、Android 向けのアプリしか作れないんですよ。だからね、結構、Windows PC は使う機会がありません。たまに使うけどね。パソコンゲームとかするときは、うん。Windows PC じゃないとできないときがあるよね。ただ、Mac に対応してるゲームっていうのがさ、あんまり多くないから、その時は Windows PC が必要だね。ただ今は MacBook を使うのに慣れてしまいましたね。だから Windows を使うときは僕は結構戸惑います。あれ、この操作で正しかったっけっていう風に思うことが結構あります。うん。で、スマホは iOS を買ったことがないから、Android をずっと使ってます。で、今使ってる僕の携帯が、僕の人生で4代目だね。で、4台とも全部 Android を使ってます。だからね、今更 iOS に変えれないんだよ。そう、長いことAndroid を使ってるから、今更 iOS に変えるっていうことができないね。しかもさ、iPhone 高いじゃん。iPhone って年々高くなってるじゃん。だから、Android を買っちゃうね。うん。みんなの携帯は iPhone と Android どっちなんだろう。まあ日本はみんな iPhone 使ってるイメージが多いかな。で特にね、若い世代になれば若い世代になるほど iPhone を使ってます。うん。で、日本の企業も実はね、携帯を作ってるとこあるんだよ。みんなソニーっていう会社知ってるかな？でソニーはね、今スマートフォンを作ってます。で、あとはシャープって会社があるんだけど、シャープもスマートフォンを作ってます。ただ、シャープは親会社が台湾の会社なので、まあ、純粋な日本企業とは言えないかもしれないですね。あとは富士通っていう会社もスマートフォンを作ってます。ただね、スマートフォンの業界において日本の企業の存在感っていうのはすごい薄いよね。うん。すごい薄い。実はね、昔は僕もね、ソニーのスマートフォンを使ってました。うん。だけどね、新しく出たモデルのデザインが嫌いで、韓国のスマホを使い始めましたね。韓国のサムスンのギャラクシーをその後使い始めました。韓国の会社には頑張ってほしいよね。やっぱりアジアの会社が頑張ってほしいなって思うけど、でもやっぱりアメリカとかヨーロッパの会社もすごいクオリティの高い製品を出してくるんだよね。そう。だからね、あのー各社、毎年毎年壮絶なシェア争いを繰り広げておりますけれども、一消費者としては、より便利な、より面白い商品が出てくればいいかなと思ってますね。はい。皆さんはやっぱり Windows PC を使ってる人が多いんですかね。僕の周りもやっぱり Windows を使ってる人ばっかりですね。やっぱりエンジニアとかデザイナーとか特殊な職種でない限りは Windows のパターンっていうのは結構多いですね。でさ、一回 MacOS のさ、PC を使い始めちゃうと Windows になかなか戻れないよね。だから、それが、慣れっていうものの怖さだと思います。で、僕も今結構思うんだよね。僕はずっと MacBook を使い続けながら生きていくのかなとか思うことがあります。だってさ、iPhone みたいに年々高くなっていっちゃうとお金は損してる気分になるじゃん。いや、MacBook じゃなくて Windows の PC だったら同じスペックでもっと安く買えますよって言われたらやっぱりそっちが魅力的になるよね。そう。だけどね、僕はやっぱり開発業務っていうのがあるから、MacBook から離れられないんだよね。
まあ何が言いたいかっていうと、お金はあまり使いたくないよってことです。自分が使いたいところに自分のお金を使いたいなってことです。まあそれこそ旅行とかにお金は使いたいよね。みんなはさ、何にお金を使うことが一番好きなの？まあ、僕の周りには、まあ、ストレス発散がお金を使うことだっていう人もいるんだよね。結構いるんだよ。うん。でもね、僕はその感覚あまりわからないんだよね。うん。だからお金を使わなくても楽しいことっていっぱいあるじゃん。うん。まあ、世界にはたくさんのいろんな無料ゲームがあるし、まあ、ゲームの話ばっかりだって申し訳ないんだけど、無料のゲームだっていっぱいあるわけじゃん。だから無料で楽しめることがたくさんあるからさ、あまりお金使おうっていう気分にならないんだよな。で、今でこそ、マインクラフトってスマホ版で1000円くらいするのかな。でもね、僕が昔スマホ版のマイクラを買った時はね、600円で買えたんだよね。だからそれと比べると今って値段が結構上がったよね。いやー、僕何にお金を使うことが好きかな。ただ、友達と一緒に遊ぶときとか、友達と一緒に旅行に行くときとかっていうのは、惜しみなくお金を使うようにしてるね。やっぱりさ、友達と一緒にいるときにお金を払わないとか、お金をあまり出さないのってつまらないじゃん。いや、例えば、みんなで一緒に、アメリカに行こうってなった場合に、いやでもアメリカに行くなら飛行機のチケットを取るのお金かかるから、アメリカじゃなくて国内旅行にしませんとか言うのってやっぱり場が冷めるじゃん。そう、だから、友達といるときはね、たくさんお金を使うようにしてます。うん。だから、まあ僕も結局はお金使うの好きなのかもね。結局はその結論にたどり着いてしまうのかもしれない。みんなはさ、最近何に一番お金を使った？僕はね、最近お金を使ったのは、あれだ。脱毛ですね。あの、もともと僕毛が濃かったので、まあ、毛を薄くするために、まあ、脱毛をすることにしたんですよ。脱毛、医療脱毛って皆さんしますか？ね、医療脱毛って結構高いんですよ。結構高額なんですよね、日本だと。なので、えー僕はね、それに最近は一番お金を使いましたね。うん。他何にお金使ったかな。でも最近は携帯も買い替えたし、うん。割とお金は使ってますね。でもただ最近旅行に行ってない。旅行行きたい。旅行行きたい。まあ、旅行が一番のエンターテインメントかもしれない。僕にとっては。うん。まあでも旅行って結構お金かかるよね。まあ海外に行くのも飛行機代が高いし、まあそこのホテル代もかかるし。日本もね、結構移動代のお金が結構かかるんだよ。皆さんは日本の特急電車である新幹線って知ってますかね？新幹線はね、結構高いんだよ。結構高額なんだよ。東京から大阪に行くのに多分片道1万5千円ぐらいかかるんじゃないかな。うん。だから大阪旅行ってね、結構高いんだよね。で、確か飛行機によっては新幹線より安かったと思う。うん。だから僕がね、前回大阪に行った時は飛行機で行きました。うん。だから大阪とかだと一番飛行機で行くのか、東京から新幹線で行くのかっていうのは一番迷いますね。多分、かかる時間が同じぐらいだと思います。だから陸から行くのか、
空から行くのかっていうと、大阪は、東京から見ると、大阪は、えーすごい迷う場所ですね。さすがに東京から九州に行くとかだと、新幹線じゃなくて飛行機を使いますね。あとは、東京から北海道に行く場合でも、新幹線じゃなくて飛行機を使います。ただ、鉄道好きの方とか、まあ景色を楽しみたいっていう方は、新幹線で行くのがいいかもしれませんね。で、あと、時間がある方だったらね、おすすめなのが、新幹線も飛行機も使わないで、在来線で遠くに行くっていうことだよね。結構楽しいよ。しかもね、新幹線に乗るよりも安くつくんだよ。みんなはね、日本の仙台っていう場所を知ってるかな？日本の東北地方っていう場所にある地域なんだけど、そこはね、東京よりも北にあります。で、前ね、仙台まで7時間かけて東京から在来線で行きました。超楽しかった。いや、本当に超楽しかったんだよ。在来線だからさ、すごい時間かかるわけ。で、新幹線で行くと確か東京から仙台まで1時間半ぐらいしかかからないんだよ。ただ、僕は在来線で行ったから、その道のりを7時間かけました。7時間って1回睡眠取れるぐらい長い長さだよね。そう。でもね、超楽しかった。やっぱりさ、在来線だと、新幹線では止まらないような小さい駅に止まったりするんですよ。で、その時に自分が降り立ったことない場所に降り立つことになるんで、自分が見たことない景色が見えます。で、建物とか、そこにある建物とか、ものとかっていうのを僕は Google マップで調べてました。なんだこのお城と思って。このお城の歴史を調べたいと思って Wikipedia で調べたりとかして、その場所を堪能して仙台に行きました。で、仙台でももちろん旅行を満喫しました。だからね、そういった楽しみ方も日本に来たらしてほしいな。で、日本旅行に来る人ってさ、多分10日間とかで来る人が多いのかな？ 1 週間とか2週間とかの期間で日本に来る人が多いと思うんだけど、時間がある人はね、やっぱり日本の隅々まで味わってほしいよね。それこそ在来線に乗って遠いところに行くでもいいし、車に乗って秘境に行ってみるのもありだよね。日本はどこに行っても温泉がありますから、うん。普通のね、外国人観光客では行かないような秘境に行って、温泉とかを味わってみるのもいいかもしれない。でもただそのためには国際免許を持っておかないとね。うん。ね、国際免許って取るのめんどくさいのかな？僕さ、日本で免許を持ってはいたんだけど、その後ヨーロッパに住んだ時は国際免許を持ってなかったんだよね。日本で申請すれば国際免許を取れるらしいんだけど、僕は取らないで行きました。だからね、ヨーロッパ現地では運転できませんでした。でも運転してみたかったな。イギリスは日本と同じで左車線を車が走るんだけど、それ以外の国って大体右車線を車が走るじゃないですか。だからね、それがね、すごい違和感だった。うん。初めてヨーロッパに着いた瞬間、うわ、何もかもが逆だって思いましたね。うん。だから、普段左車線を車で運転してる日本人が、ヨーロッパで運転するのは少し危険かもしれないですね。で、あとね、日本に来て運転する場合に気をつけてほしいのは、その道幅だね。道幅。うん。日本って、国土が狭いから、
道も狭いんだよね。だから、アメリカの車とかって結構でっかい車体が多いじゃん。だからね、そういった車で日本の田舎道を走るのは結構難しかったりするんだよ。で、今、アメリカのトランプ大統領が、日本人はあまりアメリカの車を買わないよねっていうのことを言ってるんだけど、それはね、車の大きさっていうのも一つの要因だと思うんだよ。で、日本では、軽自動車っていうカテゴリーの車が結構人気です。で、軽自動車って何かっていうと、普通の乗用車と比べて小さめの車のことを言います。で、軽自動車は、日本では黄色のナンバープレートをつけて公道を走っています。で、他の軽自動車の特徴としては、軽自動車は基本的に最大で乗れる人数が4人です。うん。で、車体が小さいから、道幅が狭い日本で結構人気なんだよね。だから、日本の道を歩いてると、結構簡単に黄色いナンバープレートをつけた軽自動車を、見ることができると思います。で、普通さ、小さい車でも、5人乗りだったりするじゃん。ただ、軽自動車は4人しか乗れません。で、僕はね、実は軽自動車に今まで人生で一回も乗ったことがありません。そう、日本人なのに軽自動車に乗ったことがないんですよ。なんで乗ったことがないんだろうね。僕は今ね、自分の車を持ってないので、車に乗るときは基本的にレンタカーを借りてます。で、レンタカー屋さんにも軽自動車の車ってたくさんあるんですよ。ただ僕は軽自動車を選びません。もちろん、車が小さい分、軽自動車の方がレンタル料は安いんですよ。でもなんかね、チープな走りをするんじゃないかなと思って、僕は軽自動車には乗らないですね。で、あともう一つ考えてしまうことか、そういった軽自動車とか小さい車って、事故に遭った時に耐久性が低いんじゃないかって考えてしまうんですよね。で、これは別に実際は軽自動車でも耐久性は低くないと思います。多分、低くないと思います。ただ、なんか僕の感覚として、軽自動車はあまり頑丈じゃないから、軽自動車は乗らない方がいいんじゃないかっていう考えがあるんですよ。だからいつも軽自動車じゃなくて普通の乗用車をレンタカー屋さんでは借りるようにしてます。うん。で、自分が運転しない場合でも、今まで軽自動車には乗ってないから、人生で一回も軽自動車には乗ってません。はい。で、この記録を死ぬまで続けられるのかっていうのが楽しみですね。だってさ、日本に来てみればわかると思うんだけど、本当にたくさんの軽自動車が走ってるんだよ。日本では。で、そんな軽自動車大国の日本で、僕がいつまで軽自動車を乗らないで過ごしてられるのかっていうのが楽しみですね。そう、だからね、日本に来て大きい車を運転するのはあまりお勧めしない。うん。テスラとかでさえね、結構運転するのが大変そうだから、それよりもっと大きい車だと、もっと大変だと思う。うん。だから、日本に来て車を買いたいなっていう人がいたら、僕はできれば小さい車を買った方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。だから日本で発売されている車は比較的小さい車が多いですね。なんか今のですねの声がちょっとおかしくなったんだけど気にしないでください。はい。はあということで、長い間話してきましたけども、皆さん僕のポッドキャストは楽しんでくれましたかね。時間が近づいてまいりました。なんかさ、話してるとあっという間だよね。
いや、いつもこうやって僕が話したい内容を好き勝手話してしまっているので、皆さんの日本の学習に役立ってるのかなっていうのが、ちょっと心配になりはします。うん。でもただ、この両脇に僕が喋ってる単語の意味とかは載ってるので、それを参考にして、自分の日本語学習に役立てていただければなと思います。はい。ということで、今回の私の日本語のポッドキャストは以上にしたいと思います。また、ポッドキャストを YouTube とかにアップロードするつもりなので、皆さんもぜひ次回のポッドキャストを楽しみにしていてください。それではこれで終わりにします。本日も聞いてくれてありがとう。じゃあね。